皆様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今聖地で浄化をしております。さて、早いもので8月の第2週目のウィークリーお届けしたいと思います。今日は8月の8日から8月の14日日曜日までグランタブロープラスタロットで1週間の流れをしっかりと深掘りしていきます。今週の星の流れなんですけれども、8月の12日がとても大きな流れがあります。まず金星、愛の星が獅子座に移動します。獅子座の皆様、おめでとうございます。これから1年の中の一番のモテ期になっています。そしてそれプラス12日は水亀座で満月が起こるので、この12日、前後というか前から少しあなたの不安などが高まってくる可能性もあります。そしてライオンズゲートも開いておりますので、かなり強力な日々になってくるのではないでしょうか。さて、今日選んでいただきたいのは一番左のゴールド、ブラウンゴールド、はい、こちらが1番、真ん中のブルー、こちらが2番、そして一番右のゴールド、イエローゴールド、こちらが3番となっております。下に置いてありますレノルマンカードの色、デッキから選んでいただいても大丈夫です。一番左が1番、真ん中が2番、そして一番右が3番となっております。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1番の皆様、お待たせしております。はい、あなたのカードがまずね、こちらにあります。そしてあの人のカードが真下、すごいですね。上下にお二人がね、いる感じになっています。はい、かなりなんて言うんでしょうか、ご縁というかね、距離も近いし、お互いにで周りにあるカードも優しいポジティブなカードが多いので、お二人が非常に私はいい感じにまずは見えました。見えましたね。そして恋愛をね表す花、あとはこのハートっていうところを見ても、愛がしっかりと育っていきますよとか、2人の関係がこれから深くなっていきますよ、もしかすると授かり婚的なね、そういう可能性もあるという感じで今ね出ています。じゃあ最初の今週の1週間の流れはどうなのか。ファースト3カード、そしてラスト4カードで1週間の流れを見ていきたいんですけれども、なかなかね、あなたのライバルとか、あなたが少しイラってすることとかがね、もしかしたら今週っていうのは会社の中とか学校の中とか、もしくはこのね家の中、ご近所付き合いとか家の中であなた自身が少し心が落ち着かないというか、イライラってすることがもしかしたら多くなるかもしれません。でも後半にはあなた自身がこれじゃいかんみたいな感じで頑張ろうとするのかな。とりあえず自分のストレスになるものは手放そうみたいな感じで、断捨離とかダイエットとか嫌な良くない、ルーティーンですね、そういったものをきちんと断捨離することができるのかなっていう感じがします。そうすることによってあなたが健康で非常に
なんか健全っていう今イメージが降りてきたんですけれども、なんかこう心も体もとても健康に元気になるよみたいな、そういうメッセージがまずは出てきました。よかったですね。そしてですね、この4隅のカードも大きく意味があって、なんか今週っていうのはあなたが、とても精神的に強くなれるのかな。そしてですね、あとここに太陽が出てるんですよね。太陽と船が出ているので、今週、旅行に行かれる方多いかもしれませんし、なんかその旅行とか、人によっては出張引っ越し、そういうね、あと実家に帰るとかいろいろあるかもしれないんですけれども、とてもねこうパワーをもらえるというか、行ってよかったみたいな、そういうとてもね素敵な思い出が作れるのではないかと思っております。今週はなんかこう動くかそうじゃないかって言った場合、もう行こう行こうみたいな、もうなんかレッツゴーって感じがします。なんか動くこと、行くこと、ポジティブになること、進むこと、それがおすすめっていう風な形で出ています。じゃあまたね、今からねまたちょっと恋愛のことを見ていきましょうね。花束の下に太陽出てるしね、ハートのところにもねポジティブなカードで囲まれているし、そして何といってもあなたとあの人がこんな近くにいるよっていう形なので、いいんじゃないですか。コミュニケーションとかのカードとか、お二人がねこうなんか2人でいるとラッキーって感じなんですよ。幸運がやってくるっていう風な感じにも出てるし、すごくまずいいと思う。そしてあの人がなんかリーダーシップ取りたいのかなって気がするんですよね。あの人が何か提案してあなたがよしいいねみたいなそういう感じがしています。で、恋愛がね、なんていうのかな、その深まっていくとか関係が深くなっていくとか、なんか大人の関係そういうのも出ているし、絆がねとても強くなりますよとか、なんかやっぱりね、おめでた婚っぽいイメージもすっごく出てるなっていう感じで、うん、恋愛に関してはね、なんか心配すること正直ないかな。片思いの方でも、なんかこう話が弾むとかね。で付き合っている方は本当にこう順調に愛が進む。そして復縁を望んでいる人、復縁を望んでいる人、今週近いからね連絡取れるんじゃないかなとか、返信が来るんじゃないかなとか、そういう感じがするし、もし複雑な恋愛の方も、愛がねどんどん深まっていくから、なんか頑張れそうみたいな、まずそういう感じがしています。そして仕事のこと見ていきましょう。お仕事のことは、自営業、アルバイトパートの方とサラリーマンの方と分けて見ていきます。はい、まずは自営業、アルバイトパートの方見ていきますと、はい、いいですね。囲まれてるカードがねとても優しいです。人間関係がすごく良かったりとか、あなた自身の努力がもしかしたら動きとか数字はスローに見えるかもしれないんですよ。でも着実に進んでます、動いてます、プラスになっているので、そこはね本当にこうあなたの人懐っこさとか、あと人にこう好かれる要素すごくあるので、人間関係も含めてすごくいいと思うし、お客さんにもすごく好かれるとか、そういうものを持ってらっしゃる。なんかねすごく幅広いんですよ。あなた自身のキャパって言えばいいのかな。なんか本当に年下の人、もしくはね例えば子供とか、そういう人からおじいちゃんおばあちゃんまで OK みたいなそういうこうオールマイティ的な要素、それがあなたの良さなのかなっていうふうに思っています。そして会社員、サラリーマンの方をね今見ていると、カードがね
被るんですよね。で被るんですけれども、会社員サラリーマンの方の方が金運かな、金運がよりついてくるっていう風に出ていて、なんかお金に愛されてますよみたいな、そういうものも出ているような気がします。職場での人間関係もいいです。仲がいい人がね、なんか戻ってきたとか、そういう可能性もあるかもしれませんし、なんか年下の方から年上の、ね、方まで、本当にみんな案外和気あいあいとしているようなイメージ。そしてなんか金銭的にもすごく恵まれている職場なんでしょうか。そういう意味で皆さんがすごく余裕があるような、そういうものが見えています。もしかしたら職場恋愛とか、なんか飲み行ったついでに恋が芽生えるとかね、そういう人もいるかもしれません。なんかとてもね、色っぽいカードが出ています。はい、そして今週の金運なんですけれども、全部カードがここに集まってるはい、今週の金運なんですけれども、今まではどちらかというとやや赤字傾向だったのかな。でも今週は、はい、なんか飛躍するというふうに出ているので、金運がいわゆる入ってくるお金とかがいわゆる増える、上がっていく可能性があるのかな。ただ、このコウノトリ、魚の下にコウノトリと、あとね、ここ船、旅行のカードがね出ているので、もしかしたら旅行とか移動とかにお金を使う可能性はある。でもそれでもね、プラスだと思っています。そしてお金がですね、健全に増えていく、そういうふうに出ているので、なんかね、お金と両思いなんですよ。いや、いいですね。なんか今までの流れに比べたら、とてもとてもいいように感じました。そして私の場合は赤ちゃんのことも毎週見ているんですけれども、はい、今回は子供のカードがコウノトリのカードがここにいて、あなたの上にね、子供のカードがいて、あなたとご主人がとても仲がいいんですよね。きちんとお話ししたり会話したりっていうのがすごくあって、そこに子供さんもね、もしあなたにすでにお子さんがいる方は、なんかみんなで仲がいいのかなって気がする。そしてあなたが、ね、お子さんを待っている方であれば、なんかこのね、子供がなんか私も僕も仲間に入りたいみたいな、パパとママが仲がいいから嬉しいみたいな、そういう風なねことを言っているような気がして、なんか星が綺麗な夜に赤ちゃんがなんかね来てくれるような、そういうイメージを私は受け取りました。そしてここのね、コウノトリもなんか自然妊娠とか、お腹の中でね順調に育っていく、そういう感じがねすごくするので、なんかね、赤ちゃん自身がとにかくパパさんママさんと、ね、もしあなたにお子さんがいたとしてもいなかったとしても、なんかお二人の仲がねいいのが、お空の赤ちゃんから見るととても嬉しいみたいな、早く仲間になりたいみたいな、そういうものを言っているような気がします。で、赤ちゃんとしてはとにかく冷えがすごく苦手っていう風に出ているので、体を冷やさないように、気をつけてあげてください。あなた自身に今私はね、そんなに大きなストレスっていうのは感じないんです。感じないんだけれども、お腹の中に赤ちゃんが来てくれた時には、なんか必要以上にデリケートになりやすくなってしまうのかもしれない。なのでまずはおおらかな気持ちで、ぜひいてあげてください。じゃあ今から月火水、そして木金土日、こちらタロットと合わせてセブンデイズの流れ見ていきたいと思います。はい、それでは1番の方、こちらルノルマンカードとタロットと合わせながら、月曜日から日曜日までの流れ見ていきたいと思います。
ですね、まずは思ったのがダイアルカナが、3枚も出ています。すごいですね。皇帝連れ去れの男世界が出ていて、確かに、確かにこれはね、木曜日ぐらいまではなんかこうあなたの中でパートナーとかね、仕事のこととかでもしくはライバルの存在なので、ちょっとこう疲れたりイライラしたりっていうことがあるかもしれないんですけれども、金曜日、なんかほんとこう金土ぐらいであなた自身の生まれ変わりっていうか、こう迷いが取れていくって感じがするんですよね。これ木曜日からだな、木金土、なんかこの3日間があなたにとってのこう生まれ変わりの時、そういう風な感じがしていて、日曜日もうなんかこう安心して来週迎えられるみたいな、そんな感じがするからですね。すごくこうあなたの中でこう意識改革、そういうものがあるんじゃないかな。まず月曜日なんですけれども、タワーとワンドの6が出ていて、あなた自身がなんかね、古い慣習とか、ね、そういうものがあるのであればぶっ飛ばせみたいなそんな感じです。もう行ってみようぜみたいな、そんな感じ。誰のモノマネでもないんだけどねなんかそんな感じ。そして火曜日がですね、あなた自身のね、これ皇帝というカードが出ていて、皇帝はお羊座、火星っていうのを表すんですけれども、あなた自身のエネルギーが少し強すぎて、もしかすると空回りしてしまうかもしれません。やりたいことがある、頑張りたいがゆえに、あの人のことを愛してるがゆえに、ちょっと言い過ぎちゃったりとかね、強く言ってしまったりとか、そういう可能性があるので、火曜日はクールダウンをおすすめいたします。そして水曜日、あなたにとっての敵、ライバル、複雑な恋をしている人は奥さん、彼女、そういう人に対してなんかね、すごく強い嫉妬、メラメラメラってするようなね、嫉妬が出てきて、なんかあなた自身がね、とても苦しんでしまうかもしれない、そういうふうに出ているので、どちらかというと考えないのは無理なんですけれども、必要以上に考えない、悪いふうに考えないということをね、おすすめしたいです。そしてね、木曜日ぐらいからね、あなたの中でこう意識が変わってくるんですよね。なんかこう、なんかなるようになるさって感じかな。こうしたいっていうよりも、なんか流れに身を任せる、そういう風な感じ。そして金曜日に関しても、なんか一つの結論が自分で、こうしたらいいのかなっていう答えが出てくるのが金曜日。そして土曜日、なんやかんやでね、すごくご自分の中で決めたこととかがあったとして、なんかその中で頑張りたいことと葛藤とやめなきゃいけないこととっていうことで、いろいろなむしゃくしゃした思いというのがあるんだけれども、結果的には土曜日はね、外に出ることをお勧めするんですけれども、結果的にはあなた自身がこうしたらいいんだっていうストレス解消とか、外に出て散歩とかウォーキングとか買い物とかすることによって、あなたの気持ちがとてもとてもクリアになっていくのかなっていう感じ。そして日曜日は本当に穏やかな、なんか久しぶりこの平和さみたいなそういう風な感じが出ていて、とても幸せでゆっくりした時間を日曜日は過ごせるような気がします。じゃあこちらのカードで最後にアドバイスを見ていきたいと思います。はい、今回ね2枚出たので、こちらのカードを開いていきましょう。見てください。ニア・ザ・フューチャーと
for help for others。 はい、こういうカードが出ています。なんか本当に今週っていうのは、特に、このいろいろあるかなって思えるこのね、火水木あたりかな、このあたりに何かあなたのことを助けてくれる人がいるよって、もしくはあなたが何か助けを求めることによってとても親身にあなたの助言とか話を聞いてくれる人、そういう人がいるからねって、すぐ近くにいるからねっていうことをこちらのカードが言ってくれています。あなたは一人じゃないと。特にね、この辺り火水とかはとても悩んでしまうような気がするんですけれども、そんな時こそあなたはぜひアドバイスを近い信頼できる人に求めてみてはいかがでしょうか。きっとね、とても素敵なアドバイスくれるのではないかと思っています。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、2番の皆様お待たせしております。まずあなたのカードがここに出ています。そしてあの人のカードはこちら左端の下の部分に出ているのがあの人です。さて、確かにね、あなたとあの人っていうのは距離はあるんですよね。そしてあの人の横にはね、真横には蛇という存在がいるので、もしかしたら奥さんがいるとか彼女がいるとか、そういう、複雑な恋愛の方がもしかしたら多いかもしれないです。なんかね、このお相手様のパートナーがなんとなくなんですけれども、とてもねしつこい感じがするんですよ。粘着系、そんな感じがするな。なのであの人とあなたっていうのはなんかね、おそらく愛し合っているところに、例えば妻バレしたとか、そういう感じでなんとなく話されたのかなって感じがするんですよね。でちょっと恋愛の流れから見ていこうかな。もうしばらくはですね、この恋がもう少しね硬直状態っていうのは続いている。だから今すぐなんかね、連絡が取れるとか会えるとかね、そういう風なのはなかなか難しいかもしれない。できないって言ってるわけじゃなくて、難しいかもしれないとか時間がかかるかもしれないっていうのは出ている。でもこれがねすごいなって思ったのが、あの人のカード、ここのね4隅のカードっていうのも大きな意味があって、あの人と太陽が重なってるんですよね。なのであの人は諦めていない。あの人にとって一番大切なもの、それっておそらくあなたなんじゃないかなって思うんですよね。なのであの人はこの恋を諦めてないよって、もしいろいろな障害があったとしても、またあなたに会いたいとか連絡を取りたいとか復縁をしたいとか、人によってはあなたと結婚したいとかね、そういう人もいるんじゃないかなっていうあの人のね強い気持ちが見えました。そしてここにコウノトリとね雲が出ているので、飛び立ち、2人の関係だけじゃなくてもいろいろな心機一転したいんだけれども、もうちょっとここはね時間がかかるかなっていう、そういうことも言っているような気がします。そしてね、今週の流れ、コウノトリ、ムチ、鳥、そしてタワー、リング、庭、雲、ここから1週間の流れを見ていきたいと思うんだけれども、なんかいろいろね、何か頑張りたいって思うことに対してやりが入る。
邪魔が入ったりとか、なんかこう、余計な助言そういうものがねこうあったりっていう風な感じで、なかなかあなた自身の思い通りのなんかこうフリーとか自由になれるっていうのがなかなかなりにくいのかなっていう風にも思いました。そして何かあなたがこうとてもね、会社なのか、うん、法律なのか学校なのか組織なのかわからないんだけど、何かねあなたがねすごく守られてるっていうふうに出てるんですよね。で守られているんだけれども、義務となんだっけ義務と責任、なんかそれがねあるような感じで、なんか守られてるんだけれども、なんかこうやらなきゃいけないこともあるみたいな、そういう部分であなたの中のこう苛立ちみたいなのがね、あるような気がする。例えばなんだけれども、あなたはこう安定した大企業にいます。でも企業の中の派閥争いとか、出身校争いとか、もうそういうことに例えばうんざりだとか、そういうものが例えばあったりとかね、学校の中とかでもいろいろななんかつながりが楽しいけど面倒くさいみたいな、そういうものが出てるのかなっていうふうに思っています。で再びねちょっと恋愛のことを見ていきたいと思うんだけれども、やっぱりねあの人のこれ気持ちなんですよね。あの人の気持ちがやっぱり花束、そしてあの人の気持ちがここが太陽って出てるので、やっぱりあなたとお相手様が辛い状態だったとしても、私はあの人の気持ちを信じたいなっていうふうに思っています。そして先ほどのね、繰り返しになるんですけれども、今確かにお二人はいろいろ悩んでいたりとか、この恋をどうしたらいいのかなって迷ってる部分もあるかもしれません。でも今週はやっぱり頑張ろう、辛いんだけれども頑張ろうっていう風な流れになっていくような気がする。今週はねまだすぐに動きがあるっていうのは言えなくて申し訳ないんだけれども、あの人の愛は伝えることはできます。じゃあ今からで恋愛なんですけれども、片思いの方も、片思いの方もなかなかねちょっとこう押してもこうリアクションがねなかなかなかったりっていうところで悩む可能性もあるかもしれませんし、恋愛中の人も何か2人の間に大きな障害がある可能性がある。そして復縁を望んでいる方も同じかな。連絡をしたいんだけれども連絡ができないとか、返信がなかなか来ないとか思ってるかもしれない。でも離れている人、別れてる人にこそ言いたいんですよね。あの人はあなたに会いたいと思ってるよっていうこと。そして出会いを求めてる人はね、ちょっと待ってください。であるかもしれない。出会い求めてる人、これはね、なんていうのかな、こういろいろな偶然が重なってね、出会いがあるかもっていうふうに出ていて、これが友達の紹介とか、なんか過去に仲良くなった人、なんかそこからまた再び出てくる可能性もあるというふうに出ています。じゃあ今度は仕事のこと見ていきます。お仕事のこと、自営業、アルバイト、パートの方と会社員の方と分けて見ていきます。まず自営業、アルバイト、パートの方はなんかいろいろなねことをこう試行錯誤しながら頑張ってきたのかなっていう気がしています。で今ちょうどあなたはまだこうフラッシュアップをしている。なんかより良くするためにどうしたらいいんだろうって、例えばお店のインテリアを例えば考えてみたりとか、例えば接客技術とかそういうものを学んでみたりとか、なんかこうあなた自身がこうとても深くなんか仕事を良くするために、売り上げを伸ばすためにっていうことで、とてもなんかこう観察しながら頑張っているような、そういう気がします。
でそれがですね、ちょうどここにあなたのカードが出ているんだけれども、あなたのお客さんが増えるとか、あなた自身がとてもね、居心地のいい職場になるとか、あなたがリーダー格になるとか、そういう感じで慕われるような感じになっていくような気がします。はい、そしてここ会社員の方見ていきたいと思います。はい、今までなかなか良かったですね。大きい、例えば金銭的なものが入ってきたりとか、大きな喜びが入ってきたりとか、人間関係やりがい、そういうのもあったかもしれません。ただあなたの中で今週は少し疲れます。疲れが出たりとか、ホルモンがね乱れたり、夜少し眠れなくなったりっていうことがあるかもしれません。これ多分疲れ、慢性疲労、そういうものから来るような気がします。でもあなたには人徳というものがあって、とてもね年下の人から慕われたりとか、なんかあなた自身をもそうだし、あなた自身がっていうのもそうなんだけれども、信頼できる人が周りにいますよっていう、そういうものが出ているので、もしあなた自身がきついな、しんどいなと思うのであれば、ぜひ迷わずにヘルプ出してみてください。そして今週の金運なんですけれども、はい、今までは良かったですでも今週に限って言うと、恋愛とかかな、女子会とか、でお金をね使っちゃうっていう風な感じがあるので、例えば盛り上がって2次会で終わるところ、例えば3次会とかね、例えばねアルコール料理が美味しくてなんかねどんどん頼んじゃったとか、そういう風な感じでの楽しい、これ楽しいと思うんですよね。そういうものも出ているし、あと人によってはね若干義務というか、そういうものもあるかもしれないんだけれども、金銭的には使っちゃう傾向がありそうというものが出ています。そして、子宝のことを見ていきます。コウノトリとね子供のカードが出ていて、そうですね、ちょっと待ってください。これはねやっぱりあなたの疲れかな、体の疲れとか、赤ちゃんとしてはねあなたに対して、そして、パパさんに対してとても親しみを持っている、そういうふうに出ています。なんかお声がけ、なんかこれがすごくいいのかなっていう気がしていて、でですね、今週はそうだな、ここにねネズミが出てるんですよね。なんかあなたが家の中のストレスとか、そういうものが少しあるような気がする。もしくはあなたのお母様、義理のお母様からの何て言うんでしょう、影響、そこで疲れちゃってるっていう部分が出ているので、やっぱりこの赤ちゃんにとってはストレスっていうものが一番の良くないものだと思うので、できるだけあなた自身が平穏な心を取り戻してあげると、赤ちゃんは、そうなんですよね、こういう心のイライラとか、そういうものさえ取ることができたら、あなたのところにスーッとね赤ちゃんがいけるような気がします。うん、そして、そしてですね、もしかするとあなたとご主人が今何て言うんでしょう、あんまり会話がなかったりとか、なんか以前みたいなラブラブ感っていうのがもしかしたらないのかもしれない。なのでお二人の間にある見えない氷みたいなものをきちんと溶かして会話をして見つめ合ってみたいな、そういうものも大切なのかなというふうに思っています。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に見ていきたいと思います。はい、じゃあ1週間の流れ見ていきます。タロット、ルノルマンカードとタロットを出しています。そうですね、皇帝のカード、世界、
そしてね、忍者ダイヤルカナが3枚出ていて、はい、じゃあ1週間のセブンデイズお伝えしたいと思ってます。まず月曜日、あなた自身がとてもやる気に満ち溢れています。こちら皇帝のカード、仕事のカード、お羊座のカードが出ているんですけれども、人を引っ張っていくエネルギーがある、そしてね、行動力があるという時なので、ぜひ月曜日はあなたが人の前に立って進んでリーダーとか、やる気とかそういうものを示していって吉というふうに出ています。そして火曜日なんですけれども、少し忙しくなりそうな感じがします。あなた自身月曜日からかなりハードワークになりそうな気がするので、月火となるとかなり体の方も疲れてくるかもしれません。あなたのエネルギー切れとね、あとあなた自身の体力の消耗が気になりますので、分配、エネルギーの分配を上手にバランスよく過ごしてみてください。そして水曜日なんですけれども、待ちに待った連絡が来る、嬉しい知らせが来る、そういうふうに出ています。なんかね、やっと来る何かっていう風な感じがあるので、もしかしたらあの人からの連絡かもしれませんし、他の嬉しい連絡かもしれません。そして木曜日はタワーとコインの4が出ています。どちらかというと今まで通りの生活、木曜日はルーティンを過ごすっていうことをお勧めします。何か行動するとかじゃなくて、今まで通りの流れ、それを、このカードからはおすすめしたいかな。そして金曜日、リングとソードのクイーンが出ているので、あなた自身のとてもね、知的さとかが本当に冴えまくってる、そういう感じです。もしかしたら仕事で大きな成果を出せるかもしれませんし、恋愛でも嬉しい喜びとか約束とかができるかもしれません。そして土曜日なんですけれども、なんかね、人との交流があるんだけれども、なんか一人でいたいとか、もしかすると早く帰りたいとかね、そういうことになるかもしれません。なので、顔だけ出して、あとはゆっくり一人で過ごすっていう過ごし方も土曜日はいいのかなっていう、そういう感じ。そして日曜日なんですけれども、雲とカップのエースが出ています。やっぱりね、恋愛のことでものすごく考えてしまう、悩んでしまう、そういう感じがするんですけれども、カップのエースが出るということは、やっぱりお互いに思い合っているとか愛し合っている。でも今はまだそれが見えないだけなので、必要以上に考えすぎる、悩みすぎることはせずに、とにかくあの人のことを信じてあげてほしいなとか、なんかこの人に出会えてよかったっていう、そういう考え方の考え方をぜひポジティブな方向に変えていただきたいなというふうに思っています。じゃあ今からこちらのカードでアドバイス見ていきましょう。はい、じゃあ出たカードがこちらです。じゃあ開いていきます。はい、リコンシーダーが出ましたね。はい、わかりました。あなたの中で心が少し揺れ動きやすくなるのかなっていう感じです。私はどうしたらいいんだろうとか、何がいいんだろうとかね、いろいろな考え方をどんどん上書きしていくような、でもなかなか答えが出ないような、そんな状態かもしれないんですけれども、でもこちらにはね、頭のところにカードがね、ピカッと光っていて、そしてここのね、ハートのところがピカッと光っている、そういう状態なので、
あなたの頭と心がいわゆる一致するように、頭だけがモヤモヤモヤってなるのではなく、頭もクリアにしながら、できるだけこの心のあなたの声に従っていただきたいなっていうのが今週のアドバイスとして出ています。どうぞね、不安になりすぎないように。今の状態ではね、確かにあの人の愛が見えなくて不安っていう方が多いかもしれないんですけれども、私はあの人の愛は信じたい、そういうふうに思っています。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、3番の皆様、お待たせしております。今こちらルノルマンカード36枚出しております。まずあなたが、はい、ここにいます。そしてあの人はここにいる状態です。まあね、確かにね、距離っていうのは、少し離れているんですけれども、あなたの横に子供、あの人の横にコウノトリっていうことで、何かね、私は幸せな予感をまずは感じました。そうですね、じゃあちょっと恋愛からまず見ていこうかな。花束とね、ハートのカードがあるんだけれども、ファーストカードから見て、もしかしたらあの人にあなたが秘密を抱えているとか、複雑な恋愛中のあなたっていう方がいるのかもしれません。年齢差がねある恋っていう可能性もあるのかな。で、恋愛を見ていると、そうですね、今までは動きがなかなかなかった、動きがすごくスローだったっていう感じがしているので、片思いの方も付き合っている方も、なんか復縁望んでいる人も、何かリアクションが少なかったりねしていたかもしれません。でも今週これ動きあるんじゃないかな。なんか連絡が来るとか、連絡が弾むとか、会話が弾むとか、そういう風な感じになってるし、なんか家デートとかね、なんかそういうアットホームな感じ、手料理とか、そういう感じで2人の恋がこれは進んでいくんじゃないかな。そういう感じがまずはしました。じゃあファースト3カードとラスト4カードから1週間の流れを見ていきたいんだけど、すごいですよね。3枚のカード、4枚のカードにあなたのカードとあの人のカードが入っているので、やっぱりなんかつながるような気がするけどな。あの人とのご縁がですね。そして流れが大きくね、進展がねするって出てるんですよね。今週大きくなんかあなた自身の運勢が飛躍していくとか、約束ができるとか、そういうものが出ているので、なかなか進まなかった出来事に対して今週は大きな前進があるんじゃないかなというふうに感じています。そして4隅のカード、本、フォックス、クマ、ユリから見ていると、あなた自身がね、これ勉強とかもそうなんですかね。なんかすごく勉強したいとか、本読みたいとか、なんか知識をつけたいとか、上司のサポートになりたいとか、そういうものがすごく出ているような気がする。そしてあなた自身がすごく華やかに変化する、より綺麗になるとかね、そういうものも出ているので、今週のイメチェンなんかすごくいいのかなっていう風にも出ています。もう一回ね、ちょっと恋愛のところから見ていきたいなと思うんですけれども、なんかこのねウィッシュカードも出ているし、今週は家庭的なあなたをアピールするのがいいのかなっていう感じがしています。
そして年下の人の出会いかな。あるような気がします。なんかこう童顔だったりとか、そういう人かもしれないんですけれども、とても素晴らしい出会いがあるというふうに出ていますね。出会いを求めている人、チャンスかもしれません。はい、そしてなんかね、仲直りとか連絡、そういうものが出ているので、復縁とか音信不通の方も可能性がとてもとてもこれはね、高いんじゃないかなっていう感じです。で、あの人の気持ちをこう見ていると、なんか遠くにいるあなた、しばらくね会えてないあなたに会いに行きたいみたいな、そういう気持ちがあるのかな。あとあの人自身もなんか旅に出たいとか、そういう気持ちも出ているのかもしれません。じゃあそうだからね、恋愛っていうのは今週は私はね、いい方向にまとまっていく、そういうふうに思いました。じゃあ今から仕事のこと、自営業、アルバイト、パートの方と会社員の方と見ていきたいと思います。まず自営業、アルバイト、パートの方、なるほど、今までなかなか大変でしたね。思ったように結果が出なくて、むしろ、今までよりも売り上げが下がってしまったりとか、そういう減少というカードが出ていました、今までは。でも今週は大ラッキー、もうなんか獅子座とか太陽のパワーがものすごく来るっていう風な形で、新しいお客さんとか、あとは異性のお客さんとか、そういう風な人も増えてくるのかなっていう感じで、仕事自身もかなり楽しくなっていきそうです。そしてあなた自身がこの仕事に対してのやる気とかリーダーとか、そういうふうにあなた自身のメンタルも育っていくのかなっていう、そういう流れも出ています。そしてあなたが会社員、サラリーマンの方であれば、はい、今ねカードを探しています。ちょっと待ってください。あった、はい、ここです。はい、なるほど。そっかそっか、会社員、サラリーマンの方、なかなかこれはねちょっと辛い状況ですね。こう人間関係も滞っていたりとか、なかなかねこう信頼できる人に出会えなかったりっていう感じで、今現在も職場にねおつぼね様的な人、意地悪な人がいて、あなた自身も少し悩んでるのかなっていう感じがしています。残念ながらね、もう少しそのストレスはね続いていくのかなっていう気はするんですけれども、ここがねちょっと難しいですよね。やっぱりこう会社員の方で一番辛いのって人間関係だと思うんですよ。でそこにねちょっとねどんどんどんとこうあなた自身がとにかく気持ちとかがねすごく落ち込みやすくなったりとか、なんていうのかな、こう眠れないとか、お食事が取れないイコールあなたの免疫力が低下するのが心配、そういうふうに出ているので、ここね本当に難しい、私がね今から言うの難しいのは分かっているんですけれども、できるだけこの人のことを考えないとかですね、こう仕事オンとオフをきちんと切り替えるとか、そういう感じでこの1週間をね乗り越えていただきたいなと。今週もしかしたらね旅行とか実家に帰るとか夏休みとか、そういう方もいるかもしれませんので、なんかね旅行運は今週ねとてもいいというふうに出ているので、ぜひ気分転換をしていただきたいなというふうに出ています。そして今週の金運なんですけれども、今まではなかなか良かったって出ていて今週もねいいというふうには出ているんですけれども、何かですね、不安定な情報に振り回されないでねっていうふうに出ています。なんかこんな話があるよみたいな、
そういうなんて言うんでしょうね、こう見えない情報に今週は振り回されない方がいいよと、あなたの金運はねせっかくいいんだから、そういうところに持っていかれないようにというのが出ているかな。はい、そして今週のね赤ちゃんのことなんですけれども、あなたの横に子供のカード、パパさんの横にコウノトリのカードが出ているので、うおーすごいんじゃないかって感じがしますね。なんかすごいですよね。あとはあなたとパパさんのここの関係性がこうね、ようやくなんか今週は良くなっていくような気がするので、うん、そのなんか本当にこう家で自宅でゆっくりくつろぐっていうこのリラックスが一番大切なことなのかな。なんか本当になんかすごいですよね、このカードがね。だからこうぜひともいい方向に行っていただきたいし、もしかするとねやっぱり今回ご旅行っていうのがね、とかこう場所を変えたりとか、なんか違う場所に行くとか、そういうのも良さそうな気がするので、でもねこう家での時間を大切にしながら、もしご旅行とか行く機会とかがあったら、ぜひそれもね活かしていただきたいなっていう、そういう感じがしました。とにかく会社員の方、必要以上に思い詰めたりとか考えすぎないようにしてくださいねということをお伝えしたいです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきます。はい、3番の方お待たせしております。月曜日から日曜日までの流れを見てるんですけれども、月曜日カップの9ウィッシュカードが出たり、水曜日星のカード、そして金曜日女帝のカードなどが出て、かなり幸せな1週間になるのではないでしょうか。まず月曜日なんですけれども、もし複雑な恋愛をしている人、片思いの方は願いが叶う素敵なデートができる、そういう感じになりそうです。学生さんにとってもとても幸せな一日になっていきそうです。そして火曜日なんですけれども、あなた自身の心のときめきとかワクワク感をぜひ大切にしてください。こうあなたのねそういうこう幼さとかが基地基地という風に出ています。そして水曜日なんですけれども、あなたのカードと星のカード、あなたの願いが叶う日、はい、これが水曜日です。そして木曜日がですね、こちらリングとコインの5が出ています。もしかすると約束がドタキャンになったりリスケになったりする可能性があるかもしれません。落ち込まないでくださいね、木曜日。そして金曜日、すごいですね、コウノトリと女帝のカード、なんかね妊娠赤ちゃん、そして恋愛、なんかそういうこうとてもとても幸せな旅立ち出発、そういうこう生み出す力、そういうものが出ているような気がします。そして土曜日なんですけれども、あの人のカードとコインの6、こうあの人がこうもしかするとあなたからすると八方美人すぎるみたいに思うところがあるかもしれませんが、これがねこのお相手様の優しさかな、そういうふうに思います。そして日曜日なんですけれども、クマとフール、こうやりたいことをやってくださいと、他の人の目なんか気にしなくていいですと、あなたがやりたいことをやってねっていうのが日曜日なんですね。なのではっきり言ってこのね木曜日以外はかなり幸せな1週間の流れになるような気がしています。じゃあ最後にこちらのカードでアドバイス見ていきたいと思います。はい、出たのがこちらのカード。はい、リマインポジティブです。もう今週はあなた自身の中でこの
心の幸せとか心の強さっていうのを今週はねなくならないと思います。なんか幸せな1週間っていう感じがすごくするので、あなたの中でとにかく笑顔を忘れずに、そして私は大丈夫、願いが叶う、そういうことを思いながら幸せな心で過ごしていただきたいなと、そういうふうに思っています。はい、これが1週間の流れです。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。